来世は東京のデカパイ女子にしてくださーい。やったー。割れとる。こんにちは、ロビンです。テルルだよ。なんとコントロールネットがバージョン 1.1 にアップグレードされました。なんだってイリアスフィール氏によるとバージョン 1.1 ナイトリーを名乗ってますが、ミクビルさんの拡張機能の方も対応済みで、すでにオートマチック1111で使えるようになっています。これは早速使ってみるしかないね。というわけで今日はコントロールネットバージョン 1.1 でどう変わったか見ていきたいと思います。まず導入方法なのですが、すでにミクビルさんの拡張機能も対応済みなので、エクステンションタブからコントロールネットを更新すれば使用可能です。コントロールネット自体をインストールしていない人もエクステンションタブからインストールすれば OK です。ただしオートマチック1111本体が古い方、特に2月から3月中旬くらいに構築してそのまんまの方は、更新するとコントロールネット自体が使えなくなってしまう場合があります。もし使えない場合はオートマチック1111自体を新規インストールして新しく環境構築してくださいね。またコントロールネットで使用する専用の推定モデルが刷新されています。今までのキャニーやオープンポーズなど9種類から14種類に増加しました。増えすぎー。モデルはイリアスフィール氏のハギングフェイスから落とせます。14個で19ギガくらいになるので、空き容量は確保しておいてくださいね。そしてモデルの刷新に伴い、モデルの命名規則も統一され、バージョン情報や対応 SD モデルが分かりやすくなりました。特に2節目のバージョンとバグフィックス情報、品質略号はちゃんと把握しておこうね。そしてそれぞれのモデルと同名のコンフィグファイルが必須になっているので、今後非純正の改良モデルをインストールする場合は注意してください。推定モデルとコンフィグファイルは2つで1つと覚えてね。モデルが14種類に増えたのに伴い、プリプロセッサも大幅に増えています。見づらいレベルで増えてます。さすがに全部は紹介しきれないので、今日は実用の範囲で重要と思われる機能だけ紹介していきますね。注目機能その1、ラインアート。今までコントロールネットの代表的機能としてキャニーエッジという線画抽出機能がありましたが、さらに手書き風に特化したラインアート機能が追加になりました。写真がガチで手書き風になってるね。推定モデルはラインアート、ラインアートアニメの2種類です。そしてプリプロセッサはリアリスティック、アニメ、コース、スタンダードの4種類です。キャニーエッジとラインアートで抽出した線画を比較してみます。より手書き風になっているのがわかると思います。ペイントソフトで白黒反転させるとその差はより顕著になります。ところでプリプロセッサだけで4種類あるけどどう違うの？左からリアリスティック、アニメ、コース、スタンダードです。好みにもよりますが、とりあえずリアリスティック選んでおけば間違いないかなという印象ですね。線画抽出機能としては覚醒の感がある新カップリなので、線画トレース目当てでキャニーを使っていた人はラインアートに乗り換えると良いでしょう。以前レイヤーディバイダーというイラストを色ごとにレイヤー分けしてくれるツールを紹介しましたが、線画の抽出ができないことが弱点でした。しかしこのラインアートの登場で手書き風線画の抽出が容易にできるようになったことは大きな進歩と言えますね。ツールの組み合わせ次第でどんどんできることが増えていくね。注目機能その2、オープンポーズ。人間抽出機能がさらに進化して帰ってきました。今までオープンポーズ無印とハンドというプリプロセッサでしたが、新たに顔検出のフェイスオンリーが追加になっています。眉毛や口の位置を捉えてくれるので、プロンプトで誘導しなくてもある程度表情をコピーできるようになりました。ただし顔検出は現実の人間に近い実写風画像からしか検出してくれないので注意してくださいね。注目機能その3、シャッフル。シャッフルはコントロールネット 1.1 で個人的に最も強力な機能だと思っています。この機能は簡単に言うと、入力画像の要素をプロンプトで再構成する機能です。アルター能力みたいなやつか？このサンプルだと夜の都会の街並みを香港というプロンプトで再構成しています。こちらのサンプルだと銀色のロボットにアイアンマンというプロンプトで銀色のアイアンマンを生成しています。入力画像の要素を引き継いでアイアンマンとして再構成した感じだね。また別のサンプルではスパイダーマンのプロンプトで銀色のロボスパイディとして再構成しています。
ちなみに私の画像でアイアンマンと入力するとこうなりました。女の子、ショートヘア、白背景、上半身という代表的要素がアイアンマンとして再構成された感じかな。ロボット娘やモンスター娘など属性と属性の合成に向いた機能ですね。なぜシャッフルが強力な機能と言えるかというと、今までのコントロールネットは輪郭やポーズを固定するために使われてきました。入力画像の要素で結果を厳格に縛る硬いコントロールネットでした。しかしシャッフルは結果を固定しません。結果に遊びを持たせつつ入力画像の要素を埋め込むことができます。1枚の画像がいわば即席の学習ファイルのように振る舞います。そこまで結果を縛らないけれど、まるで学習ファイルを使った時のように影響を及ぼす今までにない柔らかいコントロールネットなのです。さらにシャッフルは背景情報が強めに引き継がれる特徴があるので、このような白色画像を読み込ませれば白背景の画像が簡単に作れます。学習素材の差分集めるのに使えるね。レンガテクスチャならやっぱりレンガっぽい背景になるので、ある程度の背景コントロール目的にも使えますね。あらかじめ背景や属性を詰め合わせた骨組みのような画像を用意しておいて、学習ファイルと組み合わせて使えばキャラにシャッフル画像の要素を練り込ませることもできます。背景や服のデザインが影響を受けているね。イリアス・フィール氏はシャッフルをピュアコントロールネットと表現しています。まさにアイデア次第でどこにでも差し込める万能コントロールネットなので、作者が推してる理由がわかるような気がしますね。注目機能その4、インストラクトピックストゥーピックス。簡単に言うと、入力画像に対して指示プロンプトを与えることにより加工を施すことができる機能です。ここでは私の画像にこの子をウルトラマンにしてというプロンプトでウルトラマン風の女の子を生成しています。作者のサンプルだと、家の画像にメイクイットオンファイヤーでピックスをかけると家に火がつきます。己竹書房的な遊びができるってこと。私の画像でメイクハーアイアンマンと入力するとアイアンマン風の女の子になります。シャッフルよりもさらに入力画像の高速が弱い感じなので、モンスター娘とか擬人化がはかどりそうです。怒らせるとか泣かせるなどの感情表現は単にプロンプトだけで記述するよりもかなりオーバー気味にインストラクトされるようですね。思った通りの表情や動作してくれない時にいいかもね。注目機能その後、インペイント。最後にインペイントを紹介します。もともと i2i にインペイントという機能がありましたが、大きく雰囲気が変わってしまうのが欠点でした。例としてロビンちゃんを泣かせてみます。するとこのようにインペイントをかけた部分が浮いた印象になってしまいます。そこでコントロールネット、インペイントをオンにします。推定モデルにインペイントをセットするだけで使えます。こんな感じで雰囲気を維持したままインペイントができます。わお、全然違うね。普通にインペイントした方はマスクした部分が別物になってしまっているのに対し、コントロールネットを挟んだ方は原画を維持したまま泣き顔にできています。輪郭を強烈に捉えるというコントロールネットの強みを生かした機能だね。とこんな感じでざっくり流しましたが、正直変更点がありすぎるので補足を概要欄に書いてはおきますが、詳しくはイリアス・フィール氏とミクビル氏の GitHub を参照してください。この動画作成時点でもどんどん更新されているのでこまめにチェックしてね。今日はコントロールネットバージョン 1.1 の注目機能の紹介でした。今回はこの辺りでまた来週。ちゃんと飯食えよ。